みなさん、こんにちは。今日は、目上と目下についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本語には丁寧体と普通体というスタイルの区別があり、目上か目下か、親しい人同士か知らない人同士かなど、話し手と聞き手の人間関係によって使い分けられます。では、どんな人が目上で、どんな人が目下として位置づけられるのでしょうか。これには、次のような要因があります。一般的に、年齢が違う人同士が話すとき、年齢が上の人が目上、年齢が下の人が目下の立場になります。年齢の違いは、スタイルを使い分ける上でかなり大切な要素です。そのため、日本では年齢を聞かれる機会が時々あり、外国から来た人にとってはプライバシーの侵害と感じることも少なくないようです。年齢による目上、目下の区別は、社会人になれば、同年代の間柄であればそれほど厳密でなくなります。また、お互いの関係が親しくなればなるほど、年齢による目上、目下の区別はなくなってきます。ある組織に、より古くからいる人が先輩、より新しく入ってきた人が後輩です。学生であれば、大抵先輩年齢が上ということになりますが、会社など社会人の組織などでは、後輩の方が年上で先輩の方が年下という場合もあります。どのぐらいの年齢差があるかなどにもよりますが、一般的には年齢の上下よりも先輩後輩の関係の方が優先されます。上司と部下、先生と学生など、明確に地位の上下がある場合には、それが目上と目下の区別に反映されます。例えば、会社の中で、社長、部長、課長、主任、一般社員など、役職が段階的になっている場合には、役職の地位が高い人ほど目上に位置づけられます。日本では、店やビジネスの場などでは、年齢は関係なく、客は店員から最も目上として扱われるのが一般的です。店員は客に対して、丁寧体で話すだけではなく、敬語を使うのが普通です。日本語には丁寧体と普通体というスタイルの区別があり、目上か目下か、親しい人同士か知らない人同士かなど、話し手と聞き手の人間関係によって使い分けられます。では、どんな人が目上で、どんな人が目下として位置づけられるのでしょうか。これには、次のような要因があります。
一般的に、年齢が違う人同士が話すとき、年齢が上の人が目上、年齢が下の人が目下の立場になります。年齢の違いは、スタイルを使い分ける上でかなり大切な要素です。そのため、日本では年齢を聞かれる機会が時々あり、外国から来た人にとってはプライバシーの侵害と感じることも少なくないようです。年齢による目上、目下の区別は、社会人になれば、同年代の間柄であればそれほど厳密でなくなります。また、お互いの関係が親しくなればなるほど、年齢による目上、目下の区別はなくなってきます。ある組織に、より古くからいる人が先輩、より新しく入ってきた人が後輩です。学生であれば、大抵先輩年齢が上ということになりますが、会社など社会人の組織などでは、後輩の方が年上で先輩の方が年下という場合もあります。どのぐらいの年齢差があるかなどにもよりますが、一般的には年齢の上下よりも先輩後輩の関係の方が優先されます。上司と部下、先生と学生など、明確に地位の上下がある場合には、それが目上と目下の区別に反映されます。例えば、会社の中で、社長、部長、課長、主任、一般社員など、役職が段階的になっている場合には、役職の地位が高い人ほど目上に位置づけられます。日本では、店やビジネスの場などでは、年齢は関係なく、客は店員から最も目上として扱われるのが一般的です。店員は客に対して、丁寧体で話すだけではなく、敬語を使うのが普通です。